はい、お世話になっております。野良です。こちらは今、半蔵門線のホームを降りたところですね。地下鉄から地上に登っていきます。ということで、今回やってきた町はこちら、清澄白河ですね。半蔵門線と大江戸線が通っている町で、まだできてから20年くらいの比較的新しい駅ですね。地下鉄の駅なんで、駅を中心とした繁華街があるわけじゃないんですけど、清澄白河は再開発で割と綺麗になっているエリアで、大手町とか東京駅にも10分程度とかなり近いんで、丸の内勤務のエリートたちに人気がある街っていう感じですかね。というわけで今回は清澄白河駅周辺を歩きながら住みやすさについてレポートしていきたいと思います。地下鉄の出口を出てすぐ大通りの交差点ですね。両国の方から伸びてきている清洲橋通りと、あと清澄通りっていう大きな通りが2つ交差する地点ですね。この清洲橋通り沿いにはご覧の通りタワーマンションをはじめとして高層マンションがどんどん立ち始めていて、なんかこう中流階級以上のファミリー層にすごい人気が出てきています。後で紹介するんですけど、清澄白河は大きな公園とか緑があるスポットも結構多くて、子供たちを遊ばせやすいっていうのと、あと繁華街がないこともあって治安がいい街なんで、そういう面でもファミリー層に人気が出るんですね。家賃相場を見てもこんな感じで、高いです。家賃が高いっていうことはある程度の収入がある家庭が住む街になるんで、総じて民度が高めであることっていうのも治安の良さにつながっていますね。清澄白河っていう名前からしてセレブ感ありますからね。この大通り沿いにもおしゃれなカフェとかご飯屋さんがちらほらと並んでいます。そして清澄橋通りと交わる清澄通りの方を歩いてみると、交差点を渡ってすぐに薬局と、あと赤札堂っていう大型スーパーがありますね。赤札堂って僕はあまり馴染みがないんですけど、食品だけじゃなくて日用雑貨とか衣類とかまで売ってるんで、いろいろと重宝するお店ですね。清澄白河は駅ビルとかショッピングモールがないので、大抵の買い物は赤札堂を利用することが多くなりそうですね。ただ調べてみると夜23時までしか営業してないんで、残業して夜遅く帰ってくるサラリーマンにはちょっと辛いところかもしれないですね。あと清澄白河は他にもマルエツとかマイバスケットとかスーパーはちらほらありますけど、ここの赤札堂が一番大きくて、あと駅近なんで、メインスーパーっていう感じですかね。そして赤札堂の先には小名木川という川が流れています。これ江戸時代に徳川家康が兵糧の塩を運ぶために建設した人工の河川みたいですね。全長5キロくらいで江東区を横断している、結構歴史ある川なんですね。で、この川沿いにはこれまたデカめのマンションがずらっと建っていますね。ただ清澄通りも清洲橋通りも幹線道路で交通量がご覧の通りかなり多いんで、これらの通り沿いのマンションはね、建物としてのグレードが高くても、ちょっと環境的なことを考えると騒音とか、あと排気ガスとか結構ネガティブな要素も多々ある気がしますね。僕は個人的にはその辺結構気にしちゃうタイプなんで、大通りから一本中に入ると戸建てとか背の低い建物が多くなってきて、かなり住宅街っぽくなりますね。見てるとコンパクトな3階建てみたいな戸建てが多くて、東京って感じしますよね。このコンパクトさでいくらくらいするんだろうな。清澄白河の戸建てなんて庶民的なサラリーマンに買えるんですかね。個人的には清澄白河って大手町とか丸の内とかの大企業に勤める人が住む町っていうイメージが勝手にあるんで、やっぱエリートサラリーマンが多いんですかね。ちなみに清澄白河のアクセス情報はこんな感じですね。やっぱり大手町と東京駅が近いですよね。新宿とか渋谷も一本で行けて利便性高いんですけど、新宿渋谷に通う人ならもっと安い街も多い気がするんで、やっぱそこあえて清澄白河に住むっていうのは大手町が良いなイメージがどうしても僕の中で強いですね。あと一つ、清澄白河の懸念点としては水害のハザードリスクですかね。
ちら隅田川に架かる橋まで来たんですけど、駅から徒歩5分くらいのところなんでかなり近いです。清澄白河のエリア一帯は、隅田川に近いっていうことがあって多少ハザードリスクがありますね。というか江東5区っていう、江東区と墨田区と足立区と葛飾区と江戸川区の5区は大規模水害による浸水被害を受けやすいエリアとして、知られています。数年前の大型台風の時に隅田川と荒川が氾濫するかしないかっていう結構危ういレベルまで行ったんで、それ考えるとちょっと怖くはありますよね。あの時は隅田川荒川は何とか気合で耐えましたけど、その代わり多摩川が溢れて武蔵小杉のタワマンが水浸しとか汚水が溢れたりしたみたいでかわいそうなことになってましたよね。そしたら冒頭の半蔵門線出口まで1回戻りまして、今度はその出口の左前方にすぐある清澄庭園という名所に行ってみたいと思います。清澄白河の観光スポットとしては多分一番に上がるのが清澄庭園ですね。入場料として150円微妙にかかるんですけど、ジュース代くらいなんで1回くらいは行っておいて損はないかなっていうふうに思います。で、清澄庭園の中はこんな感じでめちゃくちゃ綺麗ですね。大きな池を中心にしてぐるっと回る回遊式庭園っていうんですかね。季節ごとに四季を感じられるインスタ映えスポットでもあります。で、この清澄庭園は歴史的に言うと、もともとは江戸時代の金持ち商人の屋敷があった場所らしいんですけど、その後明治時代になってから現在の三菱グループの創業者である岩崎弥太郎が買い取って庭園として作り上げたっていう歴史ある場所ですね。で、岩崎弥太郎が買い取った当時は社員の慰安に使ったりとか貴賓を招く時に使っていた場所らしいんですけれども、関東大震災の時に避難場所として大活躍して以降は一般公開されるようになったみたいですね。で、この清澄庭園は池に無数の亀が泳いでまして、でこの亀がですね、人に飼いならされてるからかめちゃくちゃ人間に寄ってきます。こんな感じでGoPro 向けるとすんごい寄ってくるんですよね。で、中にはガメラみたいにでかい亀もいるんで、突然遭遇すると結構ビビるんですよね、これが。で、亀以外にも鯉とか、あと小さな魚たちがいるんで、売店で餌とかも買えるんでね、池の生き物を見てるだけでも結構楽しめますね。そんな感じで広くてゆっくりと散歩を楽しめる癒しのスポットですね。そして清澄庭園の隣には、こちらは誰でも好きに入れる公園が隣接しています。こんな感じで駅近に大きな公園とか自然スポットがあるのも清澄白河の魅力の一つですね。で、そして、逆サイドの方向にですね、もっと大きな木場公園っていう公園があるんで、そちらを最後に行ってみます。そしたら今度は個人的に清澄白河に来たらぜひ行ってみたかったブルーボトルコーヒーに向かっています。清澄白河はコーヒーの聖地って呼ばれてるほどいい感じのカフェが多いんですけれども、その中でも特に注目なのが2015年に日本第1号店としてオープンしたブルーボトルコーヒーですね。これが表参道とか原宿じゃなくて清澄白河に記念すべき1号店が出店されるっていうことからも、清澄白河のコーヒー文化の強さが伺えますよね。ブルーボトルコーヒーは半蔵門線の出口から徒歩5分から7分くらいですかね。右側にブルーボトルコーヒーが見えてきました。こちらは倉庫をリノベーションして作られたっていうのでも話題の店舗で、めちゃくちゃでかいかつシンプルな作りのお店ですね。店内はこんな感じで広いスペースが贅沢に使われています。天井も高いですね。平日の昼に行ったんですけど、店内は満席で30分待ちっていう状況だったんでテイクアウトにしました。レジ横にはオリジナルマグカップなんかのグッズもおしゃれに並んでますね。フードはクッキーとかワッフルとかパウンドケーキ、サンドイッチなどいろいろありました。今回購入したのはオーソドックスにコールドブリュー550円です。スタバとかよりちょい高めの料金設定ですかね。
ちなみにコールドブリューコーヒーっていうのはいわゆる水出しコーヒーと同じ意味だそうですね。要するに一般的なアイスコーヒーよりもすっきりした味わいのやつです。手間暇かけた製法でコーヒー独特の苦味とか酸味みたいな雑味部分を少なくして飲みやすくしたコーヒーっていう感じですかね。あと清澄白河にはブルーボトルコーヒーみたいな倉庫をリノベーションしているカフェとかお店が多数あるのも街の一つの特徴ですね。ブルーボトル行く途中にあるこちらの深田荘カフェも、ご覧の通り倉庫をリノベしたおしゃれカフェで有名です。前景はこんな感じですね。清澄白河は昔々は物流の拠点として機能していたエリアだったんですけど、時代の移り変わりとともに物流の機能がなくなっていく過程で大量の空き倉庫が残ってしまったみたいで、倉庫っていう建物は天井が高くて広いスペースが確保できるっていう特徴があって、その特徴が匂いとか煙がこもらず焙煎機も置けるっていう点でコーヒー店にぴったりだったっていうことがあって、空き倉庫をリノベしたコーヒー店とか、あとギャラリーとかが増えたっていう流れがあるそうです。なんで清澄白河のコーヒー店は単純にコーヒーが美味しいっていうだけではなくて、リノベーションしたお店っていう点で建築とかインテリアっていう観点からも見どころがあって、洗練されたショップが集まってきたっていうことですね。そしてこちらは今コーヒー飲みながら深川資料館通りというちょっとした商店街っぽい通りを歩いています。清洲橋通りから一本入った通りですね。ここをまっすぐ北へ進んで現代美術館とか木場公園っていう大きな公園があるスポットへ向かいたいと思います。この通りはいくつもの寺院が集まっていて江戸時代の雰囲気が残っていますね。で、通りにあるこちらは深川江戸資料館っていう江東区の資料館で、江戸時代の資料を中心に集められている珍しい資料館です。江戸時代の深川の街並みが実物大のスケールで展示されているようですね。あとこの通りにもおしゃれな飲食店がちらほらと並んでいますね。あとは駄菓子屋とか呉服屋とか土産物店みたいな下町っていうか古風な感じのお店も並んでいます。ただここまでの雰囲気でなんとなく感じると思うんですけど、清澄白河ってファーストフード店とかファミレスがめっちゃ少ないです。マックもないし松屋も吉野家も多分ないです。清澄白河はタワマンとかマンション建ってファミリー層が増えたんで、清洲橋通りの南と北にデニーズとバーミヤンはかろうじてあるんですけど、単身者向けの牛丼屋とか日高屋みたいなチェーン店はマジで少ないので、そこが大きなデメリットですね。飯食うなら門前仲町まで行くかって感じですかね。あと飯屋だけじゃなくて商業施設とか娯楽施設も基本ないです。生活必需品は薬局とかスーパーで揃うんですけど、いわゆる休日のショッピングとかは外の街に出ないと楽しめないですね。近場だと半蔵門線で2駅隣の錦糸町ですかね。錦糸町なら何でもありますので。という感じで大通りに出まして、東京都現代美術館にたどり着きました。ここは絵画とか彫刻、ファッション、建築とかデザイン関連全般幅広い現代美術に関する展覧会とかを開催している公立の美術館で、2019年にリニューアルオープンしたことでも結構話題になりました。この現代美術館の存在のおかげで清澄白河はコーヒーの街と並んでアートの街なんて言われたりもしますけども、住民からすると実際そこまではと考えらしいですね。でしかも今回は残念ながら閉まってましたね。そして現代美術館の横には木場公園という広大な公園エリアが広がっています。ここは広いグラウンドスペースがあったり、そこにバスケゴールとかあったりして、でこの向こう側にはテニスコートとかもあったりするんで、子供たちが目いっぱい遊んでいてファミリーの住みやすさを感じますよね。何度か言ってますけれども、清澄白河は都心に近くありながらこうしたでっかい公園があるっていうところが大きなメリットの一つです。
ということで清澄白河について総評をまとめますけれども、個人的な印象としては単身者が住むのにはちょっと向いてないなっていう感じですね。まず一人暮らしするにはちょっと家賃が高めですし、その割にファーストフードとかサクッと一人で外食できるお店が少なすぎっていう感じですね。あとは遊んだり買い物できる店も少ないので、一人暮らしするにはちょっと物足りないかなって僕は感じちゃいますね。で、ファミリーで住むなら治安もいいですし、子供を遊ばせる公園もあるし、いい面は多々あります。ただ戸建て買ったり 2LDK 以上の家賃相場とか考えたりすると、ファミリーで暮らすにもそれなりに収入がある家族じゃないと苦しい気がするので、ちょっと敷居の高さは感じますよね。僕は今まで中央線沿いとか井の頭線沿いとか駅を中心とした街を形成している場所ばかりに住んできたんで、こういう地下鉄の駅の街ってどうも評価が難しいですね。どちらにせよ多分僕みたいな庶民には無縁の街に思います。もしこの動画をご覧の方で清澄白河に住んだ経験があるっていう人はぜひ実際の住み心地とか感想をコメント欄に書いてくれると嬉しいです。ではそろそろ歩き疲れてきたんで今回はこの辺で終わりたいと思います。ではでは。